モイン。今日はドイツのスーパーで約1週間分の買い物をすると1食分がいくらになるのか調べてみました。まずはじゃがいも 2.5 キロです。大量。玉ねぎ2キロ。それからニンニク、人参、これまた1キロと大容量。なんでこんなに大量に買うのかっていうと、1キロあたりの金額が安く済むからっていうシンプルな理由です。でも日本みたいな3本入りの袋も見かけないよね。そうだね。なんかちっちゃい人参になるね。ちなみにキノコはあってもほぼマッシュルーム。キノコ好きなのでこれはちょっと悲しいですね。チェリートマト、バナナ、ぶどう、アボカド、パセリ。ドイツのスーパーではほぼ全ての商品の値札に1キロあたりもしくは1リットルあたりの価格が表記されているので、消費者にとって優しくてありがたいですね。こんな感じで表記も統一されているので分かりやすいところがいいなと思います。 EU の規則だそうですよ。確かに他の国のスーパーでも見たことがある気がしますね。このピッて音が好き。最近はスキャナーを置いているスーパーが増えてきたように思うんですが、日本はどうですか？もう3年近く日本に帰っていないので、いろいろ変わっていそうですよね。今回はレンガパン。実際にはそんな名前ではもちろんないですが、日本で初めて輸入品のブロートを見たとき、圧縮されすぎて硬いし重いしでずっとレンガって呼んでました。ちなみに今回は1週間分の朝食、ランチと約3週間分の夜ご飯が含まれているので、購入金額は少し高くなります。あとはちょうど米とかオリーブオイルも補充のタイミングなので高め臭ですね。ぬーっとバックして鶏肉ゲット。ドイツのお肉はこんな風に飼育レベルの表示が記載されています。1と2は屋内、3は外に面した屋内、4は常に外に行ける状態、5は病レベルだそうで、動物に対する扱いが厳しいドイツらしい取り組みでいいですよね。だからかドイツで食べる七面鳥は柔らかくて美味しい気がします。動物も新鮮な空気が吸えたり、自由にお出かけできる環境があった方がストレスが発散できていいですよね、きっと。ここの棚は全部チーズです。ケフィアは私の朝ごはん。プレーンヨーグルトが苦手なので代わりの腸活ドリンクにしています。Kopfsahne. Kopfsahne? Ja. ヤクルトも。ないね。そっち側？いや、ドラバラでサウンドないよ。別物がないね。だから。悲しい。卵もこの店舗は白ばかりで、いつも茶色が買えないのでいじけモードです。オンラインだとね、基本的に欲しいものが全て揃うんですけど、リアルだといつものがないってことがちょこちょこあるので、普段はオンラインで買って配送してもらっています。
ちなみにこのマイカートはクラックスというメーカーのものを使ってるんですけど、折りたたみもできるし2段あってたくさん入るので、普段の生活でも旅でも役に立っていますね。よく知らない人にも褒められている優秀な子です。バナナもレジで選択してお買い物終了です。売り場で重さを測ってシールを貼るパターンもあるんですけど、レイベはだいたいこれかな。お店を出るのにレシートが必要なのは日本と全然違いますね。さて、購入金額は約156ユーロでした。夜ご飯のブリトーは24食分になるので、それが価格を押し上げているのもありますが、他は1週間分なので1食分で計算するとだいぶ変わるかな。純粋に価格だけで見れば、高額10位は1位2位が七面鳥、3位はオリーブオイル。予想通りこれはほぼお肉ですね。安いもの10位は1位2位が同額でモッツァレラチーズと牛乳、3位パセリでした。こっちはほぼ乳製品。でもそれだと実際どうなのか分かりづらいですよね。なので1キロ1リットルあたりの価格で並べ直してみました。容量が多いものは安くなるかなとは思っていたんですけど、じゃがいもより玉ねぎの方が安いのは意外ですね。アボカドとキヌアが上位に入ってきたのもちょっと面白い。お肉だけの安い順は日本と少し違う気がしますね。どれ胸肉か豚が一番安いと思ってた。日本だと鶏肉が安いけど、ドイツは豚だね。あと鶏胸肉はティーフプライスの時に買ったから、通常はもう少し高いかな。まあね。まあでも豚が安いのは確かにそうだなと思えてきた。アウトバンでもよく見るし。日本でささみ中心だった我が家としては、鶏肉が高いのはちょっと残念ですね。ただ、レーベのオンラインサイトで成分表を確認すると、100g あたりのタンパク質は鶏胸肉よりも七面鳥の胸肉の方が少し多いことが分かったので、高タンパクでより脂肪の少ない肉を簡単に入手できるようになったのはいい発見でした。こんな感じで夜ご飯のブリトーを日曜日に大量に作って、だいたい24食分出来上がるんで、マークはほぼ毎日1個、たまにパン、私は週に約2個、他サラダみたいなルーティンをこのところ繰り返してます。ちなみに1キロあたりの高いは容量が少ない系と加工食品でした。ランチ1品目、カレー。2日分のカレーなんですが、じゃがいもも玉ねぎもまだまだ残ってますね。どちらも保存状態によってはかなり日持ちするんで、全然大量買いしても食べきれます。地下に置くなら多分 2,3 ヶ月は大丈夫だと思う。いやーでもうちはマンションだから毎回地下に取りに行くのは恥ずかしいかな。冷蔵庫に入れると寿命縮むよ。寿命。まあドイツは湿度がないからね。カレーは1食 2.9 ユーロでした。ルーが日本よりも高いので、日本のカレーを作るなら日本よりはおのずと高めになりますかね。ゴールデンカレーはドイツでもゴーアジアなどのアジア系スーパーで売られているので、日本と変わらない味を楽しめるのは嬉しいです。余ったカレーはカレーパンにしちゃいます。もちろん自分で生地を練って作る方が美味しいと思うんですが、缶のパンで時間をかけずにさっと作れるので、楽しておやつ兼夜ご飯のカレーパンができます。カレーパンは1個 0.8 ユーロ。この缶のパンはクナック&バックって言うんですけど、以前パンの投稿をした際にたくさんのコメントもいただいて、クナック&バックが大人気でびっくりしました。正直添加物っぽい味もするんですけど、時短最強、冷蔵庫にある安心感最高って感じで時々買ってますね。不思議な食べ物。ドイツにカレーパンはないもんね。
シュニッツェルは1食 2.7 ユーロでした。子牛ならもっと高くなるかな。でも私たちは豚をいつも使うのでこの金額です。シュニッツェルは叩いて薄くするのがポイントですね。とんかつも美味しいけどね。サボテンでしょ、マークのお気に入り。そう、キャベツもふわふわで美味しい。僕したらサボテンに行こうと思います。エンヘンゲシュネッツェルテスは1食 2.88 ユーロ。ブイヨンやブラックペッパーなどの調味料は抜きの価格で計算しています。材料は至ってシンプルですが、マーク先輩が喜ぶドイツ料理です。2日目はライスではなくスペツレにしたので1食 2.9 ユーロでした。ボロネーゼは1食 3.76 ユーロでした。その他フルーツや朝ごはんも含め実際に1週間でかかった食費は約93ユーロ、17,200円でした。昔よりは物価上がったと思うけど、割と妥当な金額な気がするかな。そうだね、今回はプライベートブランドばっかり選んだからそれなりに節約できたかな。いかがでしたでしょうか。上がり続ける物価で食費高くなりがちですが、皆さんのご家庭はいかがですか。ぜひコメントで教えてください。では次の動画でお会いしましょう。チュース。